皆さんこんにちは、こんばんは。ニッティングクエストのまどかです。今週はいつもより少し多めにお届けしておりまして、先週行ったイタリア・フィレンツェ旅行の、ことをお話ししたいなと思っております。で、先日は月曜日は、1日目の内容で終わってしまいましたので、今日水曜日と金曜日は残りの4日間をギュギュッとお届けできたらなと思います。2日目はですね、とってもいいお天気で、最高気温も18度ぐらいまで行きそうだったので、歩いたりしたらちょっとあったかいかなと思い、服装とかもいろいろ悩んだんですけど、本当にとってもいいお天気でした。雲一つないお天気で、もう朝からですね、窓を開けて、前日は夜着いたので外の景色が分からなかったんですけど、ホテルの窓から、カーテンと窓を開けたら本当に澄んだ空気がもう伝わってきましたね、窓越しに。で、その日はですね、ウフィッツ美術館という美術館に予約をしておりましたので、それまでにちょっと時間があったので何しようかなと思ってたんですけど、まずはですね、朝食、私たちはボブ W というホテルの多分経営会社かなに予約したんですけど、そこでも私たち公式のサイトで予約しました。 Google マップでいろんなところ検索してたんですけど、やっぱり最終的に予約するのはトラブルとかが起こらないように公式サイトで予約するようにしております。で、そこでヘアタイプとかも選んで、で、朝食付きにするかなしにするかありにするかだったんですけど、イタリアに行ったら夜ご飯美味しいのたくさん食べるだろうなと思っていたので、もう朝食はなしのプランで、もし追加するんだったら1人15ユーロですね、1回で追加できるということだったので、じゃあその時は追加しようと思っていたんですけど、2日目の朝はとてもいい天気で、ホテルが共同のテラス席みたいなのがあって、そこでいただくことにしました。で、朝食内容も、コーヒーとかも自分で入れれたりとか、ジュースも2種類3種類ぐらいだったかなあって、果物とかチーズ、ハム、スクランブルエッグ、ベーコン、温かいものもあって、でホットケーキとパン、あとはケーキとかもですね、チーズケーキ、チョコケーキ、あとヨーグルトもありました。結構品揃え多かったので、もうホテルで済ませたいという方は全然おすすめだと思います。で、とっても気持ちいいテラス席でサンニッコロ門が見えるところだったんですけど、そこで朝食をいただいて、で、ホテルを出発しました。で、まずはですね、前日の夜ちょっとお散歩した時に見たサンタクロッチ聖堂に行こうということで、もう歩いて5分ぐらいかなで着くんですけど、ホテルからそこにチケットを買って、あんまり観光客の方もいらっしゃらなかったのでスムーズに入ることができました。場所はですね、サンタクローチェ広場っていうのが多分出てきて、Google マップで調べたらすぐ出てくると思うんですけど、そこの広場にもうすぐ隣接するというか、そこの象徴になっているような建物がもうすぐあるんですけど、そこがですね、なんと1294年から作り始めて、完成したのが1385年らしいです。見ていただいたらわかると思うんですけど、本当にそんな前に作られたものとは思えないぐらいの美しさです。というかね、フィレンツェ回っていると時代の芸術の移り変わりとか、いつの時代にもこんなにすごい芸術家がいたんだなと思わされる、そんな街だったんですけど、サンタクロチ聖堂はミケランジェロとか
ガリレオ・ガリレイとかのお墓があるんですね。でそのお墓が大理石でこうその人の像を作って、その周りも、その人にちなんだものとかで大理石を彫刻していて、もう本当にね見入ってしまいました。とってもおすすめです。でそのサンタクローチェの入場券が確か10ユーロだったかなだと思うんですけど、その聖堂と、あとはですね、そこに隣接する、パッツィ礼拝堂っていう中庭があって、礼拝堂とかがあるんですけど、もうそこのね中庭がとにかくいい空気で、もう私はなんかこの空気、この景色は私のイメージしているイタリアそのものだなと思って、本当に感動しました。なんかもうそこに立って景色を見てるだけで涙が出そうなくらい本当に美しい空間でした。でそこから1時にウフィッツ美術館を予約していたので、その前にランチ取りたいねって話で、ウフィッツ美術館らへんまで歩きました。そしたらですね、もうここに観光客がいたのかというぐらいの人の量でちょっとびっくりしたんですけど、でその周りにレストランとかあるんですけど、大体が12時オープンなんですよね。でまだ11時45分ぐらいだったかな。店の準備はできてるんですけど、やっぱり12時まではお客さんは入れられないので、ちょっと早めに食べたいなと思ったので、少し歩いて、探索ついでにランチできるところを探しました。そしたらですね、結構小道に入ったりしたら観光客はすぐ少なくなって、でパスタ屋さんがあったので、そこでパスタをいただいて、またティラミスもフィレンツェで食べ比べしようということで、昨晩に続きティラミスもいただいて、とても美味しかったです。パスタはね、私は海鮮のパスタだったんですけど、アルデンテのパスタですね。スパゲッティじゃなくてペンネっていうのかな、本当にアルデンテの食感がしっかりしたパスタで、ソースもすごく美味しかったです。もうなかなかね、スウェーデンでは外食っていうのが難しいと思うので、もう本当に美味しいパスタ食べれて嬉しかったです。でウフィッツ美術館には13時予約でしたので、その前にですね10分ぐらい早めに行ったかな。でも通っていいよということで、チケット見せて通りまして、で荷物検査とかがあり、で入っていきました。でここのですね目的は、ヴィーナスの誕生という絵画だったんですね。ボッティチェッリが描いたヴィーナスの誕生、なんと1480年代に描かれたと言われていて、そこのウフィッツ美術館に所蔵されているということだったので、ぜひ一度見てみたいと思い行きました。でウフィッツ美術館はいろんな美術が、所蔵されていて、本当に豪華でね、メディチ家のものだったりとか、いろんなものが展示されていたんですけど、とにかく広くてもうですね、後半は出口を探して早歩きしておりました。もう本当に広かったです。で結構人も多かったのでね、それでも疲れちゃって、なので後半はね早歩きだったんですけど、そのヴィーナスの誕生はとにかく感動しました。結構近くで見れたんですけど、やっぱりね、そのきれいに保存するためにいろいろ美術館の方とかが修復というかプロの方がねされてるとは思うんですけど、いやそれでもすごいですね。本当に美しかったです。でその後ですね、一旦ホテルに帰りまして、夕方からミケランジェロ広場に行きました。
ミケランジェロ広場は、ちょっと高台になっていて、そこからフィレンツェの街が一望できるような感じのところです。で、結構ここも人がたくさんいたりね、あとはよく YouTube とかで見てると、詐欺してる人がいるっていう話、いろいろあると思うんですけど、フィレンツェでもね、家族ぐるみで、詐欺している人たちがいるっていうのを聞いていたんですけど、ミケランジェロ広場で見ました。何ですっけ、テーブルにマジックみたいな感じで、すごく簡単なマジックなんですけど、それを、なんて言うんだろう。仕掛け人みたいなのが、実際にマジックみたいなのをする人と、仕掛け人みたいなのが、こう、最初は答えるんですよね。それかな、それかな、とか言って、すごく簡単そうにされるんですけど、実際の観光客の方が参加したら、すごく難しくなってお金を払わされてしまうというね、そういう詐欺があるので、ぜひ気をつけてください、皆さんも。そんな、名物のような詐欺も見れて、それを横目に、夕日はね、ちょっと、雲が多かったので見れなかったんですけど、雲の合間から少しオレンジ色が覗けたりとか、とても綺麗でした。で、とても人も多かったです。で、本当に夕日が綺麗に見えるときは多分もっと人が多いんだろうなと思うので、ぜひね、夕日沈むところ見たいというときは早めに行かれることをお勧めします。で、夜はそのまま帰りホテルまでの道中の中でレストラン見つけようと言っていて、一軒ね、とても可愛い熊が目印のレストランがあったので、そこに行って、もうどれもとっても美味しかったんですけど、一番びっくりしたのはピスタチオのリキュールですね。よくイタリアだとレモンチェッロとかあると思うんですけど、それのピスタチオ版、自家製で作ってるということだったんですけど、もう本当に濃厚で美味しかったです。なんか瓶丸ごとプレゼントするよって言われて、置いてくださったんですけど、全部飲んでいいよって言って、私はそんなにお酒飲めないので、2杯3杯ぐらいだったんですけど、もう夫はね、本当に美味しかったみたいで結構飲んでました。すっごく美味しかったです。もしレストランとかに行ってピスタチオチェッロかながあればおすすめします。そして3日目ですね。もう夜ご飯前日すっごく食べたのでお腹も空かないねということで、Google マップで近くのスーパーを探して行ってみました。で、表から見ると入り口とかすごく狭いので、狭いスーパーなのかなと思うと、中はすっごく広くてですね、いろいろ本当に品揃えがあったので、もしね、食事とかを自分で作ってみたいなっていう方は、本当にキッチンがついてるアパートメントタイプの宿を予約してスーパーに行って料理するのもいいのかなと、次はなんかそんなこともしてみたいなと思いました。本当にそのくらいちっちゃいスーパーでもお肉も野菜も結構品揃えが良かったので、あとパンもですね、その日に作ったものを入荷していて売ってあるので、とても美味しかったです。で、朝食はもうお部屋でいただいて、で、スタッフの方に、ホテルの受付の方に、なんか近くでいい、なんかちっちゃい町、バスで行けるようなちっちゃい町ないですかっていう相談をしてたら、高台の方に、計どのくらいだったかな、30分はかかったか余裕で1時間弱ぐらいだったかなのところに乗り継いで行ったら、とてもいいところがあるよと教えていただいて、そこに行くことにしました。そこがですね、フィエゾレっていうところですね。この町はなんと2000年前の円形劇場とか、あと大衆の風呂場、多分お金持ちの方たちのところだったと思うんですけど、その頃はそれこそ大金持ちのメディチ家とかもそこに行ってお風呂を楽しむとかいうことだったみたいなので、本当に遺跡みたいな感じで、しっかり建物というよりは石が残ってるっていう感じなんですけど、すごく広いスペースでお湯を炊くところとかのも残っていて、なんだか本当にこれが2000年前にあったのかと思うと
AI でね作ってる映像とかがあれば本当に見てみたいなと思うくらい想像を膨らませるのがすごく楽しかったです。で、円形劇場もすっごく大きくて、スペインでもね一回見たんですけど、やっぱりなんかみんなが楽しめる場所をそんな昔から作っているんだなと、集まるんだなと思うと、本当になんかどの時代でもやっぱり娯楽は必要なんだなと思いましたね。で、ちょっと街自体もすごく高台なんですけど、もう少し坂を登るとフィレンツェの街並みが一望できるところがあって、そこで見下ろすような感じですね、街全体を。もう本当にイタリアのよく YouTube とかなんか画像とかで見る綺麗な風景ですね。で、やっぱりフィレンツェのドームはね大きいんだなと思って実感したのが、そのすごく遠目の高台なのにしっかりと見えるんですよね。もう本当に象徴的なものだなと思いました。でね、ランチはあまり空いてるところもなかったんですけど、地元の地元というかその町の中心のレストランみたいなところに行って、結構おしゃれめなとこだったんですよね。美味しそうかなと思って行って、で、前菜のアーティチョークのゴーツヨーグルトとリコリッシュで味付けがされたアーティチョークのグリルみたいなのがあったので、それを頼んで、もそれすっごく美味しかったんですね。で、うわ、これは当たりだと思って、でメインはどうしようかなと思ったんですけど、もう2日間ぐらいイタリアのお料理食べていたので、そこのお店の方が今日のおすすめでハンバーガーあるよっておっしゃってくださったんですよね。お肉とかもこの地域で採れた牛肉を使っていて、でその中の食材もこの地産地消みたいな感じですよねっていう説明があったので、それを頼んでみました。で、アーティチョークすっごく美味しかったので、期待しすぎていたのかな。やっぱりハンバーガーとかはね、どんなに美味しいグルメバーガーでも旅行中は控えた方がいいな。ちょっと胃がですね、結構胃もたれしました。やっぱ油かな。ずっとなんかパスタとかで油はあんまり取っていなかったので、油の問題なのかな。ちょっと胃もたれしちゃったので、もうね、これからの旅行でもグルメバーガー、どんなにおしゃれなグルメバーガーであっても旅行中はちょっと控えようと思いました。それで美味しかったんですけど、やっぱりちょっと胃腸的にはねきつかったので、夜はもうホテルに帰って、スーパーに行ってスープを買って、ホテルのレンジでチンをして食べました。なんかイタリアはですね、結構素材の味を大事にしてるのか、味はそんなに濃くなくて、本当に食べやすいものばかりなんですけど、そのスーパーのスープも結構大きめなんですけどね、麦とか、あとはちっちゃいキューブ状にカットされた野菜とかズッキーニとか、そういうのが入ってて、すっごく素朴な味だったんですけど、本当にちょうどいい、時の胃腸からしたら本当にちょうどいい味付けで美味しかったです。でもね、やっぱりなんかスープだけだもんなと思ったので、スーパーでちゃっかりピスタチオとチョコレートのアイスを買って、その日は一日終わりました。この時点でね、この日夫は首を寝違えたみたいな感じになってたんですけど、実は私も最終日首というか肩の問題があったんですけど、多分美術館とかで上ばっかり見てるので、今考えたら絶対それが原因だったなと思っております。さあ、ということで2日目3日目お話ししましたが、また金曜日には最後のイタリアの4日目5日目のお話についてさせていただこうと思いますが、ぜひ皆さんもフィレンツェとか興味あったら Google マップでね、本当に今の Google マップって本当すごいなと思ったのが、ホテルから例えば
そのスーパーとかレストランとか行くまでの道のりを結構リアルにね表示してくれるんですよね。こういう道っていうのをなんか衛星写真とかでもなく、もう 3D でリアルに出してくれるので、もうすっごいありがたいなと思いながら、行く前はもうそればっかり見てましたね。でもなんかイメージがつくので、とてもありがたいなと思うところでした。ぜひフィエゾレとサンタクローチェ聖堂見てみてください。おすすめです。それではまた。南スウェーデンはお天気はとっても悪いですが、先週のねことを振り返りながら楽しい気持ちで今週過ごしたいと思います。それでは金曜日にお会いしましょう。ニッティングクエストでした。